聞いたことがないかもしれませんね。それだけではありません。それはいいね。それだけではありません。仮死状態、ほとんど死んだような状態。空気がありません。なぜお前はここにいるんだ？何の声今？写真を見たことありますか？はい、スキップします。真剣にやろう。そんな環境の中で海に溶けていった成分から生き物の体のもの。いや、ファック。集中。よし、こんにちは、皆さん。これはギャガベです。今日の課題は、読むことです。じゃじゃーん。なぜ？どうして？科学のお話。6年生版。大学で生物学を勉強しましたから、日本にいた時から生物学と関係ないものばっかりをやってて、同時に日本語を勉強しようとしてたから、学歴とちょっと関係があるものを読んだ方がいいんじゃないかなと思って、この本を読むようになりました。本当に面白いんだよね。なぜ花粉症になるの？北はどれぐらい速く走れるの？どうしてヘビは自分より大きな生き物を飲み込めるの？最初の生き物はどうやって生まれたの？地球最級の生き物って何？ただ読むだけではない。いろいろな声でね、モノマネっていうのはすごく勉強するために大事なものだと思います。最初の方はね、僕の声で読んでいきます。最初の生き物はどうやって生まれたの？私たち人間をはじめ動物や虫や魚、そして植物も祖先がいたから生まれました。でも、その祖先は、そのまた祖先がいたから生まれ、そのまた祖先はさらにその祖先がいたから生まれ、考え始めると、キリがありません。キリがないです。永遠に続きます。この前の前の祖先、それでその前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 。じゃあこれからアメリカ人かのように読みます。僕はアメリカ人です。大きさわずか0、5、1ミリはほどの小さいな動物、クマムシです。クマムシは世界に約350種類。日本には約30種類で、北はイメージとしてハリーポッター。このように他の生き物なら耐えられないような環境になると、クマムシは体のタオルのようにな形に変えて、仮死状態、ほとんど死んだような状態になります。そして周りが普通の環境に戻ると、もっと動き始めるのです。強くなってるね、イギリス人。仮死状態、ほとんど死んだような状態。私たちが口より大きなものを食べようとしてもできませんし。スメアゴルなんだ。スメアゴルか。クマムシを宇宙空間に打ち上げ、再び地球に戻す危険ある。宇宙には空気がありません。ビールが必要。ビールが必要だった。愛しいと。ごめんなさい。善逸。ジャニーよ、まさに不死未細球と呼ぶにふさわしい生き物ですね。でも普通に生きると寿命はわずか1ヶ月から1年ほどです。炭治郎、助けて。善逸、何でもできます。炭治郎はできないですね。炭治郎は難しい。善逸、僕も頑張ります。僕は完璧な人間です。僕のおならはそんなに匂わないです。カルシファー。この呪いはそんなに簡単に解けるんじゃないぞ。まさに不死身、最強と呼ぶにふさわしい生き物ですね。
でも、普通に生きると寿命にわずか1ヶ月から1年ほどです。何の声今？じゃあ、次は、戦争の神、God of War の、クレイトスの声ね。嫁、どうして蛇は自分より大きい生き物を飲み込めるの？体の細いエビが自分の口や胴回りよりもかなり大きなカエルやネズミを丸飲みしている映像や写真を見たことありますか？私たちが口より大きなものを食べようとしてもできませんし、無理に大きな口を開けようとすると顎が外れてしまいます。経験したことあるでしょう。無理に大きな口を開けようとすると、顎が外れてしまいます。僕のメイコちゃん、うちのメイコちゃんが一番大好きな声やっていい？全然、なんか誰かさんのモノマネじゃないけど、なんか怖いやつ。蛇の体には長い背骨があるだけ、人の胸にある肋骨のような腹側の骨がないのです。さらに皮膚も骨も柔らかいので、次の声はね、Aqua Teen Hunger Force。これで自分より大きな獲物の口に入れることができる理由はわかりました。進んでいくね。またエビには歯がありますが、これは噛むためのものではありません。僕は日本語のハリーポッターなんか見たことないけど、これは僕の日本語のドビ。ハリーポッター、私たちは食べ物はよく噛んで食べなさいと言われますが、蛇にあってははまらない話ですね。ハリーポッターは僕の友達だ。様々な生き物に枝分かれし、今のような動物や植物になっていきました。つまり、地球上の生き物はみんな同じ祖先を持っているのです。みんな愛し合いましょう。同じ祖先を持っているんだ。じゃあ今日はそのモノマネの練習だったね。まあ僕的には生物学を勉強してきたから、この本は僕にとってはなんか面白かったんだけど、ちょうど日本語をなんか勉強することを始めようとしている方として、なんか自分には興味がある本から読み始めた方がいいだと思います。なんだっていいから、それでこのステッカーをちょっと見てみ。ブックオフで買いました。410円で超安いんですよ。でも本当に僕的にはこれは欠かせないものになりましたし、なぜかというと、すごい興味を持ってたから。日本語だけではなくね、他の言語を勉強しようとしてるなら、面白い本とか雑誌とか何か読んでみよう。それでバカみたいにモノマネをすればいいです。じゃあ、これは逆打ちガリ弁。ギャガベでした。またね。次のモノマネは全然口が開けない方の言い方。では、そのバクテリアはどうやって生まれたと考えられているのでしょう。火山の爆発で高熱が加えられ、強い紫外線が降り注いでいました。その間、OK。おじいさんやりましょう。その環境の中で海に溶けていた成分からギャル。僕のギャル。体の細い蛇が自分の口や胴回りよりもかなり大きなカエルやネズミを丸飲みしてる映像や写真を見たことありますか？ギャルできない。はい、ギャルできない発見。今は魂がない人のモノマネ。実は、じゃがいもはナスやトマトの仲間なのです。